でかいぞこいつ。おー、多分これだったらもう頭にしてつけっぱで寝ることもできる。救世主快活クラブ。そして気づいたら誰もいなくなった。確かにボラっぽいな、よく見たら。いや、冷房やっぱ必要だな。よし、でかい。きつ。新潟行きます。昨日伊豆で大ジャケ忘れて何もできず帰ったんですけど、そのリベンジで新潟2泊弾丸。今回はこの子を連れてきます。熱中症対策、夏の車中泊アイテム。レビューするしないに関わらず必要なもんなんで普通に持っていきます。ナルス、夕飯の食材か。刺身。ガソリンを入れようと思ったら6時過ぎでガソリンスタンドがどこも営業終了しちゃってるんで、明日釣りの後にやるしかない。給油するしかないな。多分動画が前後してるけど1ヶ月前ぐらいにもここで釣りをしてます。10分ぐらいでなんかヒラマサとヒラメが釣れて、それで終わっ釣り終了っていう感じだったんだけど、今回はもうちょっとじっくりちゃんと釣りをしようと思ってます。海の家ができてるんだ。前もっと向こうの方まで行ってた気がしたけど。あ、ここスロープじゃん。ここ7月から利用できないんだけど、今日は6月29日で、明日6月30日だから、ここを利用できる最終日っぽいんでいました。キジハタとか釣れるっぽいんだよな。7月8月は利用できません。このスロープがね、めっちゃ使いやすくってね、紙スロープですね。砂盛られてるし、ここなんか階段だった気がしたけどな、前来た時。海水浴場のために砂を入れてんのかな。前来た時はこの建物がなくって一番端っこの方に車止めたんだけど、夏は海水浴でにぎわうっぽいですね。
着いた瞬間意外と涼しいんじゃねって思ったけど、めっちゃ蒸し暑いわ。どんどん上がってって、多分これ30度ぐらいに行くんだけど、やっぱり夏の車中泊はこれが必要そうです。1ヶ月前ぐらいにレビュー動画を出したんですけど、エコフローの Wave3 っていうポータブルクーラーと、これは初めて使うんだけど、デルタ 2MAX っていう 2000Wh クラスのポータブル電源と、さらにそれを倍にする拡張バッテリーを持ってきて、4000Wh で Wave3 を動かします。助手席にベルトで固定したまま。どっちかが排気で、どっちかが吸気に。なんかついちゃった。ギュッと締められます。排水はホースを釣り用のバケツにぶち込んでます。この配置だと風の吹き出し口と俺の居場所の間にこいつが壁になっちゃうから、フォーメーションを変えたいな。めちゃくちゃ暑いじゃんかよ。夏になる前は夏車中泊できるでしょって思うけど、夏になったらもうね、無理なんですよね。この暑さの中で寝るなんてね、到底無理ゲーだ。角度変えればいいか、これもしかして。こうすりゃいいんじゃん。Wave3 っていうポータブルクーラー。何がすごいかっていうと、冷房、暖房、除湿ができて、アプリからいろいろ制御できて、アプリで排水溜まりました、出しますかみたいな制御もしてくれるっていう、結構すごいやつです。それでいてめっちゃ効く。別売りの窓シート。これを使うと DIY なしで、だいたいどんな車にもつけれるっていういいやつです。前回これ借りてレビューした時、かなり良かったんで、今年の夏、車中泊これで乗り切りたいと思って、動画で紹介するんで夏使わせてくださいって言ったら快く受け入れてくれて、またこれをお借りすることができました。今これ使ってんのは Wave3 専用の別売りのバッテリー。これ自体も大容量なんだけど、これだけだと全力で稼働したら4時間ぐらいで尽きちゃったかな。とにかく電気は結構食うんで、今回鬼容量のポータブル電源も一緒にお借りしました。エコフローのデルタ 2MAX とエクストラバッテリー 2048Wh が2個、合計 4096Wh かな。デルタ 2MAX は初めて使うんだけど、前デルタ3っていう新しいやつを試したんですけど、今回はその1個前のモデルかな。容量 2048Wh で、重さが 23kg。そこそこ重いです。その代わり容量はかなりでかい。出力が基本的には合計 2000W って、サージで瞬間的に 4000W。まあ大体の家電が使える。電子レンジとかドライヤーとかも使えるね。これ単体でも1週間弱の車中泊に立つ旅のスタイルなら使えるクラスです。ただ、今回はWave3 っていうエアコンがいるんで、2000W クラスを倍にする拡張バッテリーも借りてます。どういう感じで使うかっていうと、まずはこの Wave3 の専用バッテリーで Wave3 を動かして、でもし残量が尽きたらこっちに切り替えて使うっていう風にしたいと思います。2泊、今日1泊目で明日も車中泊するんで、途中で電気が尽きないように計算しながら使っていきたいと思います。面白いのが、縦にちょうどはまるようになってて、すっげえこれ安定してます。めっちゃ喉乾いた。27.9 度でスタートしたけど、今 26.4 度まで下がって。で、湿度めっちゃ下がってる。そう、冷房って何がいいかって湿度も下がるんだよね。60% だったら 50% になった。素晴らしい。めっちゃ快適になった。何これ最高じゃん。いや、冷房やっぱ必要だな。やばいな。冷房すげえわ。マジでこれつける前終わったって思ったらもう、やったことある人はわかるんだけど、真夏の車中泊って終わったって感じなんだよ。寝る準備とかしてると、冷房とかない場合、いくら換気とかしてもめっちゃ暑いから、暑いものは暑いんだよね。なんか冷房でしか、乾杯。冷房でしか越えられない壁ってのはある。確実にある。虫が入るかもしれないんで。パン一応持ってきてるけど、いらねえわ。冷房があればもう無敵だわ。Wave3 さんアプリで見れるって言って。目標温度26度になってるね。あ、ちょうどいいわ。風量は弱め。ちょっとエコモードにしよう。排水の残量がこれ見れるようになってます。自動排水オンにしとこう。バケツに繋いであるから。アプリで設定できるの面白い。あ、多分これ今排水したな。排水してる音これ。今これ弱でエコモードっていう設定にしてるんだけど、多分これだったらもう頭にしてつけっぱで寝ることもできるの。なんなら寝るときは消してもいいかな。今この時間が一番暑いから、あと明日の昼間とかは使うと思います。
デルタ2マックスを使って車中飯。出力ポートがね、ここと反対側、コンセント反対側なんだよね。全部が全面に揃ってないのがちょっとデメリットではあります。でもね、今回のこの使い方、エクストラバッテリーを上に重ねて使えるっていうので、K1 だと設置の面積を狭くするっていうことが収納効率的にできるんで、かなりポイント高いです。100% スタートで、2000枚だから2000枚で。極力使いたくないんだけどね、Web3 に使いたいから。そして気づいたら誰もいなくなった。準備で忙しかったけど、夕日がめっちゃ綺麗で、多分みんな夕日見に来てたんだろうね。夕日見て沈んだらみんな帰りました。これちょっとスロープの目の前すぎるから船移動さしとくか。多分明日早朝に釣りする人は早く来てこっから降ろすかもしれないんで、車の後ろに移動しました。前これを紹介した時、排気と吸気を極力離した方がいいっていうコメントもらって、確かにって思ったんで、今回左右両側に向きを変えてます。排気を吸わないように工夫してます。これブリなんだ、ゴーヤチャンプル、サラダね。マジで野菜は重要。オイルと養殖ブリのトロが売ってたんで買ってみたんだけど、めっちゃうまそう。養殖だから多分品質がいいんだと思う。アニサキスとか心配する必要もないだろうし。炊飯器は350ワットぐらい使ってますね。湿度 50% まで下がったけど、炊飯始めてから 70% 台に上がっちゃってます。温度はほぼ変わってない。25度。多分26度に設定してあるから、パワー弱めたり強めたり調整しながらやってるんだと思います。髪切って。あ、髪切るんだ。あ、俺も髪切りたいわ。ぐるちゃん見た？ぐるちゃん外見てた。俺出発前はもうなでくり回してから来たわ。あと8分で炊けるんで、カレーを温めるようにお湯を沸かします。 IH で4個。炊飯器と同時だと 1000W オーバー。今炊飯器と IH 同時使用。勝浦の地酒持ってきちゃいました。お疲れっす。うめえ。若干辛口よりかな。まあでもうまい。フルーティーっすね。フルーティー系だわ。あ、でもなんかね、フルーティー系だけど喉越しがある微炭酸だねこれ。これいいね。終了。ホタデンは 90% まで減っちゃった。90% から 89% に。どこからでも開けられます。エコフロー飯。だいたい1人の時は1合。カピカピになった方が掃除しやすいんで、蓋開けたまま放置します。いただきます。ウェーブ3ずーっと動かしっぱなしなんだけど、気温は25度台をキープしていて、湿度は調理中は 75% とか言ってたけど、今は 63% ぐらいまで落ちてきました。すごい不思議なんだけど、
今 25.7 度なのにめっちゃ暑く感じるので、目標温度を24度に引き下げます。バッテリー残量は 67%。水は自動排水にしてるから全然溜まってない。これから2時間ぐらい使ってバッテリーの残量が 56% に。室内の気温は、設定通り24度台。除湿で動かしてみます。除湿にしたら目標の湿度が出てくるんだ。一瞬で 50%、52% まで下がった。温度も 23.3 度に下がってる。それ除湿でいい説もある。消費電力も結構少ないんだよね、除湿。除湿結構いいかも。デルタ2の方はまだ Wave3 には繋いでなくて、普通に車中飯とカメラとかランタンの充電に使ってて 88% 残ってます。でこっちのエクストラバッテリーに関してはまだ手つかずです。 99% か温存しときます。除湿にしてから温度も湿度も下がって21度になってきて、シャットダウンするか。寒いからこれで寝れるっしょ。シャットダウンアプリでこのバッテリーも止めちゃえばセーブできるんじゃない。最終は20度台まで下がった。今のところ不自由なく充電したいもの全て充電できてます。タイプ C は2個ですね。タイプ A が4個あるだけでもかなりいいっすね。今日はどうせ暑いと思ったんで、寝袋も何も持ってきてないんで。概要欄のチェックもよろしくお願いします。成功。俺がこっちだな。よいしょよいしょ。あ、やべ、これ上げ忘れてた。ここでこいつをよいしょ。新同士の初試しが遠征先っていう。映ってくれあれつかねえじゃん。電源が入らないんですけど、トゥルルルって言ってつかなくなっちゃった。やば、電池切れ。あれ魚探つかなくなっちゃったし、終わった。新同士のテストもできないやんな。くっそ、しょうがねえか。マジでくそ、なんで魚探使えねえんだよこの野郎。あーくっそ、ムカつく。電池切れかな。そんなに使ってない気がしたけど、電池切れってことにしよう。電池切れじゃないとおかしい。あー、やっぱあっち方向に流れんの。キジハタ釣りたいんですよね。一番釣りたいのはキジハタ。うわ、めっちゃエアノットできてるし。あー、やばいじゃんこれ。そう、エアノットか。これ切れんな、大物かかったら。なんか今日運がないっつうか。エアノットできてんじゃんこれ。この前あれだ、マグロに切られた時と
同じ状況だろう。リーダーのすぐ上にエアノットできてたの。魚がいないね。前回釣れた時はベイトについてたんだろうな。ベイトがいないの。はいってもう潮目だ潮目。ベイトおらんかな。サビキにするか。ジグの上にサビキつけるか。もう今 60g で10秒ぐらいだからそこそこ深いんじゃない。この車の鍵が万が一でもポケットから落ちたらやばいな。いつもはライジャケのポケットに入れるんだけど、今日は簡易的なライジャケだからないんだよな、ポケットが。魚おらんやん。わざわざ新潟まで来てんのに全然魚おらんやん。お、食った。お、でかい。食った。よっしゃ、なんだ。おお、なに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 。食った。なにこれ。お、食った。おお、でかそう。これでかいんじゃない。でかいぞこいつ。おお。しゃこれはいいぞ。外れんなよ。しゃなんだ、青物だろうなこれ。リーダー来た。リーダー来たけど、おー、ちょ待って。お、見えた、青物だ。まさかな。あ、マサっぽい。マサに見えるぞこれ。マジか。おー、待って待って待って。落ち着け、空気吸わせて。おっしゃ。あー、ちょあああ、ちょっと待って。ああ、すごい。よし。おー、これ絶対マサだね。これはマサだね。旗ちゃん。やばい、疲れた。うわマジか。やべえなこいつ。バレんなよ。バレないでくれよ。めっちゃ元気じゃん。全然弱らないし。あ、なんかもう一匹いる。やばいね。リーダー切れんなよ。抜けんなよ。全然弱らないね。やばいね。やばいやばい。空気吸え、空気吸え。よっしゃ。よし、入った。おっしゃ。
マサ釣れた。やったじゃん。やったじゃない。60以上あるな。きたー。ヨネスケジグで初フィッシュ。ヒラマサ。やばい。腕がパンパンになった。フィッシュグリップは上顎に刺さってる。あ、でも開始までいってるから、これここまで刺されば外れないんだ。オッケー。重さ測ってみよう。2.5 キロ。前釣ったやつよりちょっと大きいんじゃない？どうしよう、こいつ。一旦あれしよう。ヒラマサいるね。潮目に投げたんだっけ。やったー。当分の食料ゲットしちゃった。結構そこ付近で食ったよな、さっきな。そう、なんか締める前にストリンガーで回復させると身が正常に戻って美味しくなるっていう聞いたことあるんだよね。釣り上げられて筋肉が疲れ果てた状態で締めちゃうとうまくないわけないけど回復させた方がうまいらしい。めっちゃ強かったな、こいつ。めっちゃ強かったわ。底なしの体力だったな。20キロとかこれの10倍ってことでしょ。25キロとか。意味わからんな。今こいつですら相当強かったわ。タックルが弱いからか、これ。細いジギングロッドに4000番で。いやでもマジでリーダー巻き替えといてよかった。あのままやってたら多分切られてただろうな、エアノットで。あとはストリンガーが外れないことを祈るだけだな。入らないんだよね、これ。ヒラマサとか青物。でかいクーラー買うか。釣りに支障をきたすの。でかいクーラーあったらこいつぶち込んで1日でも釣りできると思うけど、どっちにしろ1日中釣りとかしないからな。よいしょ。決まった。目がこうなったら決まった証拠。もうこれで暴れないはず。脳締め、血抜き。よいしょ。氷はね、ふんだんにあるんですけど。まあそうなるよね。あっちにも浮きそうあんじゃん。あっち行ってみる？もう当たったね。今食ったよ。今気のせいかな。ビビってただけだとしてもそんなでかくなかった。いたら食うはずだからな。いないんだろうな。ちょっとあっちの岩場行ってみよう。どうやここは。こっちの方が岩っぽいよな。水深がそこそこある。根がかり。根があるんだここ。いいぞいいぞ。この現象やめてほしいな。後ろに刺さるの。この下どうなってんだ。見えないな。そこそこ深いのかな。お、来た来たー。しゃおっしゃ。なんだ。
おっしゃー、おっしゃー、キジハタ狙い通り。小せえな。でも残念ながらリリースサイズかな、こいつは。キジハタかっこいいね。今年初。これサップだと一瞬で穴開くやつだから、ね、どうやって外れんだぐらいの勢いでかかってるけど、やべえな、これ外れなくね。ごめんよ。あ、いててて。こいつは生命力爆強の魚なんで。Thank you。キープサイズ1本欲しいな、キジハタ。これ根がかりか。くそ、分かったわ。この辺が根魚ポイントだ。これ外せなかったら帰るか。やべ、旗折れちったてかそうだよね、すげえ邪魔なところに旗あるもんな。あ、外れた。あ、かかってた。あれあれ、ちょっと待って、あれうわ、釣れてた。根がかりじゃなかった釣れてたわ。潜られてたんだ。さっきよりちょっと大きいかも。30センチないぐらいだけど、キープさせていただきます。あげ、起死回生の、すいません、特例でちょっと25センチにします。潜られてたんだ。めっちゃすれがかりしてるし。よいしょ。そもそも根がかりじゃなくてあれだったのかな。根がかりでも潜られたんじゃなくてすれがかりの重みだったのかな、あいつの。お、来た来た。おし、でかい。こいつでかいぞ。こいつはいいぞ。おっしゃ、よし。おお、いいサイズきた。おっしゃ、文句なしキープサイズきた。肛門飛び出てた。おお、かっけー。めっちゃかっけー。かっけーなこいつ。日本海最高。しゃあ、よっしゃ、大満足。もうちょいやろう。くったー、入れ食いじゃないですか。こいつは小さすぎる。よいしょ。小さくても歯がめっちゃ鋭いから、こいつバス持ちすると怪我します。ああ、よいしょ。よし、終了。帰宅じゃない、車に帰宅。今の時刻は6時46分。この旗がさ、あ、大丈夫か。よいしょ。跳ね上げ通り最高じゃん。でこれ多分上りはエンジンこのままいけんだよな。まあでも一応チルトアップした方がいいか。下りの時ちょっとペラすっちゃったんだよな、坂に。動かす時はチルトアップをするようにした方がいいだろ
この前はね確か全部下ろしたんだけど、いけるかな。多分クソ重いんだよな。よいしょ。あ、いける。おらー、おー、結構きつかった。めっちゃかっけえわ。本日の釣果、頭と尻尾を折ってなんとかこれに収めました。船買っちゃえばいいじゃんって言われたな。折り返して前の紐につけると、例えばブレーキ踏んだ時にボートが前に行かないようにこう押さえてるんで、走行中の安全性が増すと思ってここに固定してます。こんな感じでボートの前の部分に引っ張って突っ張っていく。下ろす時もそのまま巻き取る方向に動かしたら勝手にこっちに移動するんで、そのまま下ろせるから楽で。よいしょ。なんかここがちょっとえぐれてんじゃん。ここ補強したい。ここ補強するアイデアもしあったらコメントください。なんかここえぐれて穴開いて水入ってきそう。素材ごとにいろんな相性とかもあるだろうから変にいじれないんだよな、怖くって。前方向にはウインチのロープで突っ張ってて、逆に後ろ方向、上り坂でアクセル踏んだ時とかに後ろにガンってずれることもあると思うんで、それを抑えるためにベルトで固定しときます。こんな感じで。よし。ほら、紐投げる作業も脚立があるとないて全然違うからな、楽さが。いいですね。そうですね。最高ですよ。はい。もう終わったんですか。あ、そうです。釣りました。ちょっとだけ釣れました。でかいの釣りました。60、70ぐらいの平正とキジハタ、すぐそこのところで。明日から有料になりますからね。ですね。今日で終わりです、ね。そうそう、今日。だからわざわざ千葉から来ました。なんかまだ雪積もってますね。上の方。びっくりしましたよ。
ダイヤして戻ってくる人は結構いるんだな、どこでも。あ、でも意外とないな。蒸発しちゃったかもしれん。こんなもんか。全然余裕で超絶少なかった。 200ml はないな。 100ml いくかいかないかぐらいだな。今日も使うんでもう一回こうしていきます。この状態だとサイドミラーが見づらいと思うんで上だけ外しときゃいいか。で錆びそうな金属っぽいところに適当にぶっかけて、跳ね上げ通り最高だわ。脚立を積んでてもこの位置なら車中泊中一切気にならないことが判明したんで、一人の時はガンガンこれ持っていきます。こいつはもうどうせ濡れ物なんで、熱っ、やばい。魚探のバッテリーですよ、問題は。よいしょ。どう？一応充電は開始したっぽい。バッテリー切れだと信じたいけどな。15000円ぐらいしたやつまだほぼ使ってないんだけど。これだ、これホームセンターの駐車場の片隅で、多分この炎天下だと氷をいくら入れたところでダメなんで冷蔵庫に頼るしかない。お、いいね、極厚のビニールであ、すごい入った。酒も別に斜めだったら入るし、その他のものもあれだわ。クーラーボックスより容量でかいわ、こっちの方が。設定温度は1度とかにしとこう。ちょっとお仕事タイム。アイスコーヒーお願いします。モーニングサービスお付けできますが、いかがなさいますか？あ、じゃあお願いします。ダウンロードしようとしたファイルが1時間ぐらい待ってたんだけど 99% ぐらいまで行ったところで途中で終わっちゃって、ヘビーなやり取りにコメダ Wi-Fi はちょっとダメですね。激アツじゃん。車中泊旅の救世主快活クラブ30分。何これ、すお、これで入れんだ。意外と一番遠いところ選んじゃった。着いた。ネットは爆速。ダウンロードしながら
げえ。ドライヤーがあって、うわ最高じゃん。温泉入るより多分安い料金で全て完結する。リンスインシャンプーとボディーソープが備え付けられてる。シャワーの利用は15分目安。鍵付きだと食べちゃうな。あざーす。ゾリバの飲み物とか、ここで買ったものをここで飲み食いできないっていうのはちょっと意外だったけど、それだけ残念。たったの770円。何ここ最高じゃん。めっちゃいいとこ見つけちゃった。パラダイスみたいなとこ見つけちゃった。なんか今 32.8 度だけど、風が入ってきて意外と涼しいわ。ウェブ3準備したけど、今のところ出番なさそう。こいつの充電が終わってたんで、直ってますように。あれ？つかねえし、マジかよ。あれ？ついた。マジで意味わかんないけど、ついた。あ、長押しばっかしてたからかな。お疲れっす。オーシャンビュー。くー、うめえ。くー。最高の仕事環境だわ、これ。あー、うめえ。確かにボラっぽいな、よく見たら。なんかバーみたいになった。夕方になってめっちゃ暑くなってきたから冷房入れます。33度。ついた？まだ専用バッテリーでやってて 40% 残ってるんで、26度、いや25度を目指してやろう。排水は自動排水。こっちが西日が来るから、西日がシャットアウトしないとやばい。引きこもり完成。あー、なんか楽しかった。さっき横でボート準備してた人と話したりとか、3人ぐらいすでにここで出会っておしゃべりしてたら、動画の編集どころじゃなくなって、ずっとそこでのんびりしちゃってました。カニ漁師さんとか会って話聞いても、なんか普通の世界とはもう全く別次元の生活ですげえ面白かった。例えば1月2月がずっと休みで、その間雪山にこもってパークのディガーやってるとか、ロマンある生活してんなーって思ったな。仕事とは別で自分の船持って、それでマグロ釣りに行ったりとか、自由すぎだろって思って、ちょっと羨ましかったな、話して。5時59分 33.4 度でスタート。いやー、お酒がいっぱいあるんで、お酒を消費しないと明日釣る分が入らないから、なかなか涼しくならないから最大にしてみた。もしかして今 32.4 度。ここがめっちゃ暑くなってる。
排気が。ここを仕切るとどうだろう。ここ仕切ったら結構強いんじゃない？運転席を仕切って、これどうよ。これいいんじゃないの？吹き出し口がここにあって、排気ダクトとかのカーテンで仕切って冷気を独占するように完全にシェードも全部閉め切って、ここまでやったら冷えるんじゃない？さすがに。あとは電池の持ちがあれだけど、こいつの電池がなくなったらデルタ2マックスの出番だから。バッテリーが放電制限値に近づいています。シャットダウンされ、今すぐ電源を接続してください。よし。そんならついに Wave3 をデルタ2につなげました。そしたら706 800ワット使ってる。 Wave3 を最大値で使ってるから17度設定になってるから、これ無限に冷えるんですよ。多分25度設定の風量3まで落としたら多少下がるんじゃないの？意外と下がらねえ。なんと 32. 点何度から 27.8 度にめっちゃ下がって超快適になった。この温度計で運転席側とこっちでこの部屋で温度の差を確かめてみる。このままだと持たないんでエクストラバッテリーも使っちゃいます。間違いなくこれだよね。よし、このような感じで上と下をつないだら勝手にこっちもついた。なんとどういうことこれ。上が570ワット、下が830ワット。インプット、この拡張バッテリーからデルタ2の方に充電しながら使ってるってことか。これ今830ワットになってるのは Wave3 とパソコンの充電を同時にやってるから830ワット結構大きいんだと思うけど、これからこれに充電しながらこっちでも使ってるってことか。でこのまま行くと4時間で尽きるっていうことっすね。時刻は午後7時回ったところなんで、このまま使い続けても夜中の11時までは使えると。ただ今こっからどんどん外気温も下がっていくはずなんで、多分使い切る前にWave3を弱めたり切ったりして今日はとりあえず持つと思う。 26.3 度まで下がってます。運転席は31度、今ここ置いてたんだけどこっち 24.6 度だから6度か7度ぐらい向こうとこっちで差が出たと。この仕切りがめちゃくちゃ重要ってことじゃんこれ。つまりこのカーテンなかったらかなりやばいって話だもん。こっちがあったかくてこっちが冷たい。7時26分快適さんが出現しました。デルタ2につないだら Wave3 のバッテリーがなんと 1% まで落ちてたのが 19% まで回復してる。で25度設定なのに 23.2 度まで下がってる。コツがもう完全にこれだわ。ダクトのところと吹き出し口を分離することがめちゃくちゃ重要だってことが今回分かった。やったわ。この人たちがいれば今日一日は持つけど、今外出たら意外と涼しくなってたから一旦切ろう。なら一旦電源を切る。かわいい。やばい二日酔いだ。やばい、これ無理だ。昨日隣の人と飲んでて全然無理だわ。きつっ。これが満タンになってるし、デルタ2 33%、補助バッテリー 44%、
一旦切っておきます。整いました。やっと終わった。